秀頼と茶々。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ暗愚と悪女と言われたのか。秀頼と茶々は江戸時代には豊臣政権を滅ぼした愚将と悪女として戦記物や歴史物語に書き立てられた。そのために秀頼は天下の馬鹿殿、茶々は傾城の美女という国を傾け滅ぼした悪人に仕立て上げられた。しかし秀頼と茶々は本当に暗愚な悪徳親子だったのだろうか。詳しく見ていこう。茶々が秀吉の側室となったのは、茶々に本来的に権力に対する憧れがあったからだと言われている。茶々は父の浅井長政と母のお市の方をいずれも権力者によって滅ぼされ亡くしている。つまり時の権力者である天下人の妻とならなければいつかは滅ぼされ殺されると茶々は考えるようになっていたのである。そのために茶々は秀吉の側室となるが、秀吉は茶々のために淀城を建設するほど寵愛した。秀吉は織田信長が本能寺で討たれると、明智光秀を信長の仇を討つという大義を掲げて天下人への階段をよじ登った。さらに織田信長の嫡孫三法師を担ぎ上げることで、秀吉は最大のライバルであった柴田勝家を滅ぼして政治の主導権を握った。農民出身の秀吉には若い頃から織田家への強い同型憧れがあった。そして秀吉は織田家の人間を身近に置くことで天下人としてのお墨付きにしようとしたようである。秀吉は茶々以外にも信長の娘三の丸殿や信長の弟信兼の娘姫路殿を側室にしている。豊臣秀頼が秀吉の子供ではないとは、秀吉の生きている時から人々の間でささやかれていた。秀吉は信長の姪である茶々を側室にした。織田家と浅井家の血統を引き継ぐ茶々こそ、秀吉は豊臣家の跡取りを産むにふさわしい女性だと考えた。秀吉は一人の正室と数十人の側室を持ちながら、なかなか子供が生まれなかった。すると秀吉は自らに子種がないことを知りながら、茶々には他の男性との子供を産ませた可能性が出てくる。秀頼の父親としては当時から大野春長や石田三成の名前が挙げられている。また親権を主張しない僧侶や宗教関係者も有力だと言われてきた。つまり秀吉は茶々に豊臣家のために他の男性との子供を産むよう指示した公算が大きいのである。茶々は淫乱だとか身持ちが悪いというイメージが定着していたが、案外従順に秀吉に従う女性だったのかもしれない。また茶々はねね北の政所と仲が悪く対立したという話もよく語られてきた。しかし茶々とねねが争ったという記録は逸話以外には存在しない。そのためねねが茶々憎しの思いから豊臣恩顧の大名たちに家康につくよう指示したという証拠も残っていない。豊臣家では秀吉の死後、ねねは法事や仏事を担当、
茶々は秀頼の後見人として表向きを担当している。関ヶ原の合戦は石田三成と加藤清正らの豊臣政権の分裂構想だったために、茶々とねねは後世の作り話として対立させられたようである。茶々もねねも秀吉亡き後、豊臣家をしっかり守ろうとする賢明な女性たちだったのである。そんな茶々に育てられた秀頼は暗愚なバカ殿に育ったというのが歴史的には定番となっている。関ヶ原の戦いで勝利した家康が一番関心を示したのが秀頼がバカか聡明かという点であった。家康は江戸で大阪から来た人間には必ず秀頼の最近の言動を詳しく聞いたという。家康が知っている秀頼はまだ10歳にも満たない幼い子供であった。ところが1611年慶長16年、家康はやっと念願の19歳の成人となった秀頼との対面が実現するのである。場所は京都の二条城で、秀頼のそばには警護のために加藤清正が控えていた。家康は身の丈5尺8寸、176センチの当時としては長身の凛々しい秀頼と会見して圧倒される。家康が本田正信にこの時に語ったとされる秀頼の印象が明瞭公判という見聞書に記されている。家康は秀頼と会見して、秀頼は暗愚な人だと聞いていたが賢き人である。そしてなかなか人の指図などを受け、おとなしく従うような愚鈍な人物ではないと正信に語ったという。この時69歳の家康は徳川家の将来を憂慮して、まだ若く賢明な秀頼を消し去ることを覚悟したと言われている。豊臣秀吉は天下人となるために織田信長の一番賢明だと言われた三男信孝を一番先に殺している。家康も秀吉に倣って同じことを実行したのである。宝光寺証明事件を理由に大阪冬の陣で大阪城を家康が取り囲むのはこの3年後である。以上のことが事実とすれば、茶々は単なる一人息子を溺愛する母親で、その子秀頼は母親を大事にする賢明で素直な青年だった。しかし秀頼が大阪城に住む豊臣家に誕生したことで悲劇が生まれた。豊臣家の嫡男秀頼が生きているということだけで天下太平を脅かすことになるのである。豊臣秀頼が生まれなかったら、もしくはせめて女の子だったら、豊臣家は江戸時代も一大名として続いていたのかもしれない。茶々も秀頼も暗愚や悪女ではなく、二人とも生まれた時代が悪かったと言うべきであろう。